1400万円を自腹で払った徳島県職員が懲戒免職になりました。横領でもなく談合でもなく自腹で払い懲戒免職です。何を言っているのかわからないと思いますが、私もわかりません。事実をありのままに伝えます。その職員は河川の草刈り業務を業者に委託する際、自分の口座から支払いました。そして証拠が残らないようにと業務データを消去したため懲戒免職になりました。情報量と疑問点が多すぎると思いませんか。報道。徳島県は28日20万2124年度に契約書を交わさずに河川の草刈り業務を外部委託し、県のシステムから業務のデータを削除していたとして主任主事の男性職員40号懲戒免職処分にしたと発表ました。同様の処理が98件確認されているが、かかった費用約1400万円を自分の口座から支払って発覚を免れていました。県によると、職員は当時県南部総合県民局阿南市で河川維持管理を担当、河川の草刈りや排水機場クレーンの点検などの業務を受注しようと応募してきた地域の自治会などの団体と契約書を交わさずに作業を依頼していました。夏場に実施する河川の草刈り業務では、現場に立ち会って作業をした証拠となる前後の様子を撮影することが必要です。しかし日程が合わずに立ち会えなかったり、支払い期日に間に合わなかったりしたことから、職員は21年度に初めて自腹で負担したといいます。1回の支払い額の最高は40万円でした。また振り込む際には徳島県庁の名を偽っていたため、委託先も気づかなかったとみられます。さらに県の会計システムにあった業務委託に伴うデータを削除していました。職員は自腹でその場しのぎで手順が終わると分かり続けたと説明しているといいます。職員が他部署に移動した後の25年10月頃、委託先から以前は契約をせずに委託料を払ってくれていたので同様に処理してほしいという声が県に寄せられ、不審に思った県が職員らを調査していました。県は職員が担当した4年間で100件中98件で適正な契約や支払い手続きを怠っていたと判断しました。自身の口座から振り込んだ額は計1392万7420円に上りました。職員が自腹で負担した委託金について、県担当者は職員から返済請求があれば検討するが、契約書や業務を実施したことを証明する写真などが県庁内に残っておらず難しいかもしれないと話しています。論点。異例ずくめのこの事件について論点を整理すると以下のようになります。1、異例の自腹支払いが続いた構造的要因。通常公務員が私費を投じてまで隠蔽を図るケースは稀です。行政法及び組織論の観点からは以下の点が指摘されています。立ち会いの形骸化とプレッシャー。河川の草刈りは実施確認写真撮影が必須ですが、南部総合県民局のような広域を少人数で担当する場合、物理的に全件立ち会うのが困難な状況があったと推察されます。事務手続きの回避、契約書の作成、研修、支払いには膨大な事務作業が伴います。自腹で払えば事務がゼロになるという誤った業務効率化の思考停止スリッページに陥っていた可能性があります。2、システムの脆弱性と監査の不備。会計監査の専門家はデータの削除が可能であったことを重大な問題視しています。通常公的機関の会計システムはログ操作履歴が残り、一度入力されたデータの削除には上位者の承認が必要です。この職員がデータの削除を繰り返せたことは、システムの権限設定のミス、あるいは南部総合県民局内でのチェック機能が数年にわたり機能していなかったガバナンスの欠如を意味します。3、1400万円の返還は可能か。財政法及び民法の視点では非常に厳しい状況です。証拠の不在。県がコメントしている通り、契約書も施工写真もデータが消されているため、県として正当な業務が行われたと認定する根拠がありません。不当利得の立証。職員が県が本来支払うべき債務を肩代わりした事務管理と主張しても、そもそも適正な契約手続きを経ていないため、県側に利得があったとみなすことが法的に困難です。4、懲戒免職の妥当性。労働法及び公務員倫理の観点からは、金額の高よりも公文書システムデータの破壊と県名の詐称が致命的と判断されました。振込時に徳島県を名乗ったことは有印私文書偽造や詐欺罪に抵触する可能性もあり、公務員としての信用を根底から覆す行為であるため、免職という最も重い処分が下されました。評価。世間の評価はかなり割れています。情報量が多すぎるためどこに着眼するかで判断が変わっているようです。大別すると5つです。1、心理的アプローチ。先延ばし劇とサンクコストの地獄。多くのユーザーが指摘しているのは、なぜ最初の1回で止められなかったのかという点です。分析。心理学の専門家的視点では、これは正常性バイアスと不作為の過去の典型です。最初の1回、事務ミスを隠すために自腹を切った成功体験が、次もこれでしのげるという誤った学習を強化しました。1400万円まで膨れ上がったのは、
途中で白状すると過去の不正も全て露呈し、取り返しがつかないという恐怖から損切りができなくなったサンクコストの穴と言えます。2、組織論的アプローチ。主任主事という孤独なポジション、部下を使えばよかったのにという声に対し、主任主事は下から2番目という指摘があります。分析。組織論の専門家的視点では、実務の全責任が彼一人に集中していた。業務の俗人化が浮き彫りになります。河川管理という地味で膨大な現場仕事を若手中堅層が一人で抱え込み、上司も適切に回っているように見えていることに甘んじて、内容を精査していなかった組織の不備が1400万円という額を可能にしてしまいました。3、経済的実務的アプローチ。事務コスト、金銭的損失という異常な価値観、契約書を作るのがそんなに嫌なのかという疑問が多く見られました。分析。実務家の視点では、公務員の事務手続き起案、決済、研修、支払いの重圧がある種の事務恐怖症を生んでいた可能性があります。彼にとって1400万円を失う苦痛よりも行政の重層的な決済ルートを通すストレスの方が大きかったという公教育や組織の歪みが感じられます。4、ガバナンス IT 監査、消せるシステムの絶望、データを削除したことへの恐怖が強く語られています。分析。会計監査の専門家から見ればこれが最大の事件です。個人の PC 内のメモではなく、県の公式システムから98件ものデータを消して数年間誰も気づかなかった事実は、徳島県の IT ガバナンスが完全に崩壊していたことを示唆しています。掲示板で徳島の闇と揶揄されるのはこのチェック機能の不在に対する不信感です。5、労働法倫理、懲戒免職の是非、かわいそう自主退職にできなかったのかという同情論と自業自得論の対立です。分析。労働法の専門家的視点では、本件は横領ではなく贈与に近い事務管理ですが、行政の無正しさをシステムレベルで破壊した罪は金銭被害以上に重いと判断されます。偽名兼徴名義を使った振り込みは公的信用を著しく損なうため、情状酌量の余地が極めて少なかったのが免職の結論でしょう。税金1400万円の予算も職員の給料もその後の対応費も全て税金です。そこでこの税という観点で本件をまとめます。1400万円の税務財政的多角分析。1、職員個人にとって1400万円の私的制裁金、所得税法的視点。本来業務上の必要経費として認められるべき支出ですが、公務員という立場上給与所得控除外の支出であり、全額が手取りからの持ち出しです。分析。彼が支払ったのは委託料ではなく、自らの事務ミスという不手際を帳消しにするための法的根拠のない自己課税ペナルティでした。1400万円という額は一般的な地方公務員の年収の 2.5 倍から3倍に相当し、生活を破綻させてでも行政手続きというコストから逃れたかったという極めて異常な経済合理的選択の結果です。2、自治体徳島県にとって1400万円の不当利得と予算の死存、財政学的視点。県は本来支払うべき予算性質を執行せず、結果として1400万円を浮かせています。これは形式上、県が職員の犠牲によって不当に利益を得た不当利得の状態です。分析。しかし予算は単なる金ではなく議会の承認を得た使い道です。予算を執行せずデータも消去されたことで、県は河川管理にいくらコストがかかるのかという正確な財政指標を4年間分失いました。これは目に見える1400万円以上の損失とも評価できます。3、納税者にとって1400万円のガバナンス崩壊コスト。納税者権利の視点。私たちの税金は適正な手続き契約法会計法を経て使われることに価値があります。分析。税金を使わず職員の自腹で草が刈られたなら安上がりで良いという考えは民主主義の根幹を否定します。納税者が最も恐れるべきは、誰がいつどこで何の権限で公務を執行しているか不透明になることです。この1400万円は行政の透明性という信頼の時価を失墜させました。4、受託企業自治会等にとって1400万円の未申告リスクをはらんだ対価。法人税消費税法的視点。最も深刻な実務的リスクです。分析。企業側は徳島県から正当な対価を受け取ったと認識していても、実際は職員個人からの送金です。支払い調書の不一致。県からは支払い調書が出ないため、税務調査が入ればこの入金元は誰か、県庁を名乗る個人という点で架空取引や贈与を疑われるリスクがあります。消費税の仕入れ税額控除、契約書がない状態での取引は適格請求書インボイス制度下においては致命的です。この1400万円は企業側を期せずして脱税まがいのリスクにさらした毒入り資産でもあります。踏んだり蹴ったりですね。職員納税者県企業それぞれが痛みを負う形になったこの事件、あなたはどの視点から捉えましたか？